今日はインクが永遠にいらないペン買っちゃいました。ナプキンフォーエバーピニンファリーナカンビアノ。お値段は22,000円。最近は金属のペン先のペンがいろいろと発売されています。例えばスティルフォームイオンだったりメタシルだったり、いろいろ話題になっていますが、このペンは2014年発売ということで割と昔からあったんですよね。実はこのペン昔から気になっていまして、ついに購入したっていうわけですね。楽天で僕は購入したんですけれども、購入リンクは動画説明欄に貼っておきますね。それでは早速やっていきましょう。ネイビーにゴールドの箔押しがされた化粧箱です。かなりずっしりとしています。ピニンファリーナと書かれているんですが、ピニンファリーナとは何なのかというと、かつてフェラーリのデザインをしていたデザイン会社ですね。スーパーカーのデザインがメインなんですけれども、文具や家電、家具など身の回りの様々なデザインを手掛けています。僕結構車好きなんですけれども、こういうのはワクワクしちゃいますね。そんなピニンファリーナとイタリアのナプキン社という文房具メーカーとコラボして誕生した商品がこちらとなります。では開封をしていきましょう。ご注意、保証規定、値札、ピニンファリーナ、24金ローズゴールドメッキの証明書、ニッケルフリー。こちらが木箱でございます。木箱からテンションを上げてくれますよね。この木はおそらくウォールナットだと思います。ゴールドのプレートが埋め込まれていて、かなりしっかりした作りで、これだけでもかなりお金がかかっていそうですね。さすがコスパ度外視文房具。ここに半透明なプラスチックがついております。これをスライドさせるとペンが顔を出しました。ナプキンフォーエバーピニンファリーナカンビアノ限定色ローズゴールドでございます。税込み22,000円です。えぐくないですかね。これめちゃくちゃかっこいいです。しかも面白いのが木の箱がスタンドになっているっていうところ。斜めに立ててもいいし、こうやって横に寝かせることも可能です。高級なペンの化粧箱って豪華なのはいいんですけれども、結局使い道がなくて部屋の奥底にしまってあるパターンがね、あるあるだと思うんですけれども、こちらは化粧箱にも機能を持たせてくれています。スーパーカーをデザインする会社なだけあって見せるのが非常にうまいですね。これを買ったら机の上のここの部分をこれで飾りたいなと思っていたんですけれども、どうでしょうか。結構ね、かっこよくないですかね。これほどインテリアとして使える文房具はなかなかないんじゃないかなと思います。購入した時の木箱の内側にはこのようにプラスチックの筒のようなものが通っております。ただ気になったのは新品の状態でもペン本体にフィルムが貼られていないんですよね。なので配送中にメッキが擦れてしまって傷がついてしまうんじゃないかなっていうところで、ちょっと怖かったですね。僕のも小傷が多少あったので、フィルムをつけて欲しかったなっていうのは正直思いました。ウッドと金属の組み合わせが非常に高級ホテルのような落ち着く高級感がありまして、とても好きですね。空気抵抗を考えたかのような流線形のフォルムも非常に美しいです。自分が購入したのはローズゴールドというカラーなんですけれども、他にもライトゴールドだったりマットブラックとかいろいろとあります。で、ローズゴールドとライトゴールドがおそらく限定色なんですよね。なので他のカラーと比べて4400円高くなっています。僕自身ライトゴールドかローズゴールドで非常に迷ったんですけれども、迷いに迷った挙句ローズゴールドを選びました。ローズゴールドと一色単に言ってもローズゴールドってすごくね、幅が広いんですよね。僕これネットで買ったのでどんな色味になるかすごく不安だったんですけれども、こちらはピンク味っていうのはそこまでなくて、結構僕が好きなローズゴールドっていう感じですね。持ってみるとかなりずっしりと感じますね。金属の塊を持っているかのような感覚です。ちなみにこちらはイタリア製です。このペンのスペックを見ていきましょう。重さは 38.5g、 非常に重たいです。重心の位置は先端から 87mm ということで、結構高めですね。で、全長は 159.6mm、 握るところの太さは 10mm なんですが、最大の直径が 12mm ありました。こう見えて非常にサイズ感が大きいというイメージですね。シンプルなので余計この大きさが際立ちます。筆記具って全長が短くて軽いペンが書きやすいっていう傾向があるんですけれども、こちらはぶっちゃけ書きにくいスペックをしているなと思いました。ではデザインを詳しく見ていこうと思います。
こちらのペンはカンビアーノという名前なんですが、ピニンファリーナが2012年に発表したカンビアーノというコンセプトカーをイメージしたデザインとなっています。まるで空気抵抗を考慮したかのような流線形のフォルムで、羽をつけて飛ばすと勢いよく飛びそうですね。ペン先に金属のイーサーグラフというのがついていて、それが紙と擦れることで筆記ができるみたいです。後ほどしっかりと書いていきますね。シャーペンやボールペンみたいにノックをするパーツがないので、その分シンプルに押さえることができています。木の部分はウォールナット、つまりくるみの木が使われています。僕の今撮影しているテーブルがウォールナットでできているってこともあって、非常にね相性がいいなと思います。上から見たら角を丸くした四角形のような形になっています。なのでここから見たらほとんど木しか見えず、さらに90度くるっと回すとほとんど金属しか見えなくなるデザインとなっています。思ったよりも広い面積にウォールナットが使われているっていう感じですね。木の触り心地も非常にしっとりとしていて気持ちがいいです。本当に高級感があるなっていう感じですね。それからこの木のところにはピニンファリーナと刻印がされています。反対側には何も刻印がされていないですね。ボディの金属部分はアルミでできております。このペンはアルミとは思えないぐらいずっしりとしていますね。表面には 0.3 ミクロンの厚さの24金ローズゴールドメッキが施されています。光沢のあるメッキになっているので、傷とか指紋は正直目立ちそうですね。傷つけないように気をつけながら使っていきたいなと思います。ボディは転がるかというところですが、ほとんど四角形のような形になっているので、転がりにくく勝手に机から落ちる心配はないんじゃないかなと思いました。このペン一番の特徴はペン先です。先端にイーサーグラフと呼ばれる特殊合金を搭載しております。このペンのヒントになったのが銀筆というものです。もともと鉛筆が開発される前の15世紀頃には銀筆という純銀のペン先でデッサンをしていたらしいです。レオナルド・ダ・ヴィンチも銀筆を使っていたらしいですね。ただ銀筆には欠点があって、金属が削れやすいように紙に下地塗りというね処理をする必要があって、すごく面倒っていうところです。そんな銀筆からヒントを得たこちらのペンは普通の紙でも下処理なく書けるように進化しているそうです。まさに現代の銀筆というわけですね。では実際に書いていきましょう。確かに黒い線が残りますね。どういう仕組みなのかというと、紙がペン先と擦れた際に先端が瞬間的に酸化します。その酸化したサビのようなものを紙に擦りつけることで文字が書けるというわけですね。ただめちゃくちゃ薄いですね。シャーペンとかボールペンとは比べ物にならないぐらい線は薄くなってしまいます。僕が今書いてる紙が A4 のコピー用紙なんですけれども、コピー用紙だとかなりね薄いなといった印象です。ただ今回のイーサーグラフのために作られたストーンペーパーというノートがあります。いわゆるピニンファリーナ純正ノートですね。送料込みで2500円ぐらいして高かったんですけれども、これを買わずしてこのペンを語るのはかわいそうだなということで買ってみました。木材を使わず作った紙ということで、ストーンペーパーという名前の通り石灰を使っているそうです。運動場でドッジボールをするときに引く白線も石灰なので、同じような感じですね。ちょっと書いていきますね。普通の紙だとかなり薄かったんですが、この紙で書いてみるとやや薄いものの思っている以上に濃く書くことができました。鉛筆で言うと 2H ぐらいですかね。先ほど書いた A4 のコピー用紙と比べてみてもかなり濃さ違いますよね。下敷きを敷いてない状態でもある程度濃く書けたので、十分な濃さなんじゃないかなと思います。消しゴムでは消えないと書かれていたんですが、頑張れば消すことができました。でもかなり消えにくいので、そこはご注意ください。イーサーグラフの書き味なんですけれども、結構キュキュッとした感じで引っかかりを感じますね。黒鉛が使われた鉛筆とかシャーペンの芯と比べると滑らかさは劣りますね。で、筆圧によってもだいぶ濃さが変わってくるので、より濃く書きたいっていう方は下敷きとか使ってみるといいんじゃないかなと思いました。それでは皆さん気になっていると思う、果たして摩耗せずに永遠に書けるのかというところなんですけれども、10分間ちょっと頑張って書きまくっていこうと思います。このペンの名前がナプキンフォーエバーということで、フォーエバーって永遠っていう意味があるので、そこら辺気になりますよね。では1分書き続けてみたんですけれども、ペン先を見てみるとこのようになっております。結論から言うと消耗してます。ずっと同じ角度で書いていたので、書いたところは摩耗してちょっと面になってますね。3分書いたらこんな感じに消耗しました。結構削れてる感ありますね。5
5分書き続けてみると面がかなり大きくなってきましたね。真横から見ても削れてるっていうのがね分かるようになってきました。いや10分間書くのきついっすね。さあ頑張っていきましょう。さあ10分書き続けてみました。こんな感じになりましたね。そんな感じでかなり消耗はゆっくりなんですけれども、永遠に書けるというわけではございません。Forever という名前がついているんですけれども、反 Forever と解明した方が良さそうですね。摩耗だったり消耗による折れ、それからペン先が外れてしまった場合は、ペン先の修理交換が可能らしいので、メーカーが存続する限りは Forever なのかもしれません。このペン先のイーサーグラフだけ単体で売ってくれたらすごい楽なのになとか思いました。ということでこちらのペン使ってみました。実用性を求めて買うようなものではないかなと思います。紙によってかなり相性の良し悪しがあるので、このペンでしっかりと書きたいっていう方は、今回のストーンペーパー一緒に検討してみるといいんじゃないかなと思います。このペンは値段も高いですし、実用性を重視したいっていう方にはもちろんお勧めできないんですけれども、ある種文房具コレクターの最終到着点みたいな感じだと思います。最悪このペン使いにくいなとなった場合でも、最悪インテリアとして楽しむことができるので、インテリア単体として見るとすごくいいお買い物だったなと思います。ということで今回は以上となります。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。